トレードでは連敗を避けて通ることができないものですが、連敗が続いたことでメンタルが崩壊、マウスをぶん投げた、モニターを破壊したなど、物に当たって済むぐらいならまだマシですが、連敗したことでメンタルが崩れ、取り返すためにロットを増やしてトレードを行ったら逆に口座破綻してしまった。せっかくこれまで利益が出ていたのに、連敗が原因となってルールを破ったトレードをしてしまい、利益は吹き飛び損失へ転落。このような経験をしたことがある方は少なくないと思います。そこで今回の動画では、連敗してもメンタル、感情をコントロールする方法について解説します。連敗すると感情が乱れてトレードが雑になるという方、ルールを破ってしまうという方、連敗を起点にして終始マイナスにつながりやすいという方はぜひ最後までご覧ください。まずですね、感情をコントロールするためには、あらかじめ2つのことを知っておく必要がありますので、これからその2つを紹介していきますが、先にお断りをしておくと、今回紹介する方法を行っても、悔しさや怒り、悲しみなどのネガティブな感情ですね。これらを完全に取り去ることはできません。連敗数にもよりますけれども、連敗が発生すれば人間ですから嫌な気持ちになることはあると思います。ただこれを知っておくことで、連敗が発生した時に抱く可能性のあるネガティブな感情に対する向き合い方、対処の仕方は変えることができると思いますので、そのつもりで聞いていただければというふうに思います。はい。まず前提としてですね、そもそも感情が乱れる時というのはどのような時かという点を考えてみたいと思うんですけれども、皆さん感情が乱れるのはどんな時だと思いますか？ちょっと考えてみてください。これですね、期待と現実のギャップが発生した時なんです。机の掃除をしていたら引き出しの奥から1万円が出てきたら嬉しいですよね。あれっていうのは期待していないどころか想像もしなかった状態でいいことが起きたから嬉しいんですよ。で、これはポジティブな方向への感情の変化ですけれども、逆にタンスの引き出しに隠しておいたへそくり5万円を使おうと思って探したらなかったらどんな気持ちになるでしょうか？焦ったり、うろたえたり、場合によっては誰か盗んだんじゃないかって言って怒ったりするかもしれません。こういった感情っていうのは、ここにあるはずだという期待が裏切られたことで発生しますよね。よし、今日はあの人気ラーメン店に行くために、休みの日だけど朝7時に起きよう。人気店だからだいたい1時間前に着けばまず大丈夫だろうと思って、10時オープンの1時間前に着いたのにすでに長蛇の列。結局2時間並ぶ羽目になった。あんなに頑張って早起きしたのになんで2時間も並ぶんだとか、あんなに過去検証頑張ったのになんで5連敗もするんだとか、のにがつくと愚痴が出ると言ったのは詩人の相田光夫さんですけれども、こういうのも期待と現実のギャップですよね。早起きすればそれほど並ばずに入れるだろうという期待を抱いていたら、実際には2時間も待った。過去検証を一生懸命頑張ったら、すぐに上達して勝率も上がるんじゃないかと期待していた矢先に5連敗という現実が待っていた。感情が揺さぶられる時って、期待と現実のギャップが発生した時なんです。逆に言えばですね、期待の部分、これから起きるんじゃないかってことがあらかじめ分かっていたら、現実とのギャップって埋まるんですよ。つまり感情がそれほど乱れないで済むっていうことと、対処がしやすくなるっていうことです。なぜならそういうことがあるかもなっていうふうに事前にある程度想定をしているわけですから。では今回のテーマである連敗における期待は何かというと、大体どれぐらいの連敗が発生するかをあらかじめ把握しておくということです。そんなことが可能なのかと思う方もいると思いますので、これから2つの方法を紹介していきます。まず1つ目なんですが、確率的に考えるということです。早速ですね、皆さんに数学の問題を1つ出していきたいと思うんですが、例えば皆さんが勝率50%のトレード手法で取引を行っているとします。この時3回トレードをして3連敗する確率はどれぐらいでしょうか？学生時代ですね、数学が得意だった方も苦手だった方も少し時間をとって考えてみてください。なお引き分けについては考えないでいいです。また2連敗するとメンタルに応えてミスしやすくなるから3連敗しやすくなるとか、そういったことも考えないでいいです。毎回のトレードの勝敗は他に依存しないで決まると仮定して計算してみてください。では答えをいきましょう。正解は 12.5% です。どうやって計算するのかですけれども、毎回のトレードで勝つか負けるかは 50% ですので、1回目のトレードで負ける確率は2分の1、2回目のトレードで負ける確率も2分の1、3回目のトレードで負ける確率も2分の1ですので、これらをかければいいということになります。そうすると8分の1なので、パーセンテージにすると 12.5% です。これを聞いてですね、皆さんどう感じますでしょうか？今の例ですね、別の例で例えると、1ゲーム3ラウンドのコイン投げのゲームを行います。表か裏かどちらが出るかを当てるやつですね。これを8ゲームやると、1ゲームくらいは3ラウンドすべてでの連敗があるくらいの確率です。
多いと感じますか？それとも少ないと感じますか？で、実際の感覚では、これより多い頻度で3連敗が発生しているように感じるという方、決して少なくないと思いますが、その感覚は正しいです。で、なぜそうなるのかについては動画の後半ですね、2つ目の方法のところでお話ししますので、一旦このまま進みたいと思います。また今お伝えしたお話というのはあくまで確率のお話ですので、3ラウンドの連敗が1回も発生しないということもあるわけです。この点をですね、少し掘り下げていきたいと思います。皆さんの中にカジノが好きな方はいますでしょうか？僕はですね、実はカジノが結構好きで、海外旅行行った時なんかはカジノがある場合は足を運ぶようにしています。カジノで有名なゲームの一つにルーレットというのがあります。カジノに行ったことがない方でも知っているであろう非常に有名なゲームですが、赤と黒のマスが描かれた回転している円盤に玉を投げ入れて、玉が赤と黒どちらのマスに止まるかを当てるという非常に単純なゲームなんですが、カジノの女王と言われるぐらい人気があって、多くのカジノで提供されている遊びです。円盤に書かれた赤と黒のマスの数は等しく、どちらの色のマスに玉が入るかは確率50%です。確率50%なので赤と黒のマスが交互に出現するのかと思いきや、実際にカジノのルーレット競技場に行くと、ある時は赤赤赤、黒赤黒黒赤黒赤となっていたり、またある時は黒黒赤赤、あとは黒のように、直近数回のゲームで玉が入ったマスはこのようにばらつきます。赤と黒が交互に出現することの方がかえって珍しいです。上の例ではいきなり赤が3連続で出現していますし、2つ目の例では最後の6回で黒が6連続で発生しています。上の例では最初の3回だけに着目すると赤が出る確率は 100% です。ただこのゲームを100回、1000回、1万回と繰り返していくと、赤と黒のマスが出る確率は理論値である 50% に収束します。このように確率というのは試行回数が少ないと結果に偏りが生じるんですが、一方で試行回数を増やすことで結果が理論上の確率に収束していきます。このことを対数の法則と言います。何が言いたいのかというと、勝率50%のシステムであっても、このように局所的に見た場合、結果は偏って発生する可能性がありますよということです。3連敗が発生したとしても、それは長い試行回数で見れば、負けたトレードが偏って出現するところにたまたま遭遇しただけのものかもしれない。次の4回目のトレードが3連勝の始まりかもしれないと考えられるかどうか、それが確率的に考えるということになります。ただこれ言うのは簡単ですが、非常に難しいことだと思いますし、やはり訓練が必要です。3連敗ぐらいだったらまだいいとしてですね、5連敗すれば誰だって嫌気がさすでしょうし、自信を失うこともあると思います。ビビってしまって次のトレードではリスクを半分にしたら、そういう時に限って爆伸びして、いつもと同じリスクを取ってトレードしていれば、5連敗の損失を取り戻してもお釣りが来るとかってこともあります。ただ連敗に出くわした時の気持ちに対処する方法として、確率的に考えることの重要性、対極的な視点を持つことの重要性は知っておくべきでしょう。では続いて2つ目の方法を見ていきたいと思います。一つ目のお話は理論的なお話だったんですけれども、こちらはもう少しですね、実践的で皆さん一人一人の状況に即したお話になります。何をやるのかというと、自分の取引手法は大体どれぐらいの連敗数が発生し得るかをあらかじめ把握しておくというものです。これは過去検証を行うこと、日々のトレード記録をつけていくことで知ることができます。皆さんは過去検証はやったことがありますでしょうか？過去検証というのは自分の取引手法がどの程度の有効性を持つのかを過去の一定期間のデータを用いて検証することを言います。過去検証の目的には、勝率やリスクリワードといった手法の有効性に関するデータを収集する、分析するという点と、エントリーや決済の練習をするという2つの目的があるんですが、この他にも過去検証を行うことで発生し得る連敗数を大まかに把握することができます。あくまで大まかにです。今画面に表示しているのは過去検証を1年分ぐらい実施した時の様子を撮影したものなんですが、このように過去データを使って取引のシミュレーションを行うことで、ここの部分で2連敗しているとか、そういうことが可視化できるようになります。例えば皆さんがボリンジャーバンドを使用した手法を使っているとして、その手法をですね、過去10年分のデータを使って検証したとします。その結果、1年間に1回ぐらいは5連敗ぐらいが発生するということが分かっていたらどうでしょうか。実際にリアルタイムの相場で5連敗が発生した時に気持ちの受け止め方が変わってきませんか？動画の冒頭で感情が乱れるのは期待と現実のギャップが生じた時というお話をしましたが、過去10年分ぐらいの過去検証をやった結果、1年間に1回ぐらいは5連敗が発生し得るということをあらかじめ知っていたら、それが今年のトレードで出た時にも、ああ、やっぱり出るのかというふうに感じ方って変わってくると思うんです。
人間ですからため息が出るくらいの嫌な気持ちにはなると思いますが、少なくとも10年も過去検証頑張ったのになんで5連敗するんだって怒り狂ったりですとか、自暴自棄になってしまったり、こうなったら10倍返しだと言って無茶な取引サイズでトレードしてしまうということにはならないと思います。ただ複数回のトレードを行って連敗が発生する確率っていうのは、トレードの回数が増えれば増えるほど連敗が発生する確率も高くなります。10回トレードして3連敗する確率と100回トレードして3連敗する確率では圧倒的に後者の方が高いです。この点ですね、ピンとこない方もいるかもしれませんので、わかりやすいように具体例をお見せしたいと思います。まずですね、動画の前半で扱った3回トレードして3連敗する確率から振り返っていきたいと思うんですけども、3回トレードした後の結果について発生し得るパターンをすべて表すとこのようになります。丸が勝ちトレード、×が負けトレードを表します。まず1回目のトレードが勝ちの場合から見ていきたいと思うんですけども、この時2回目のトレードは勝ちで終わるか負けで終わるかの2通りです。で、2回目のトレードが勝ちの場合について3回目の結果を見ていくと、3回目のトレードも勝つ場合と3回目は負ける場合の2つに分岐することができます。同様に考えて2回目のトレードが負けで終わった場合ですね。3回目のトレードは勝ちで終わる場合と負けで終わる場合の2通りに分岐できます。同様に考えて1回目のトレードが負けトレードだった時の2回目3回目のパターンを洗い出していくと、このように全部で8通りとなります。で、3連敗する場合というのはこの一番下のケースですので、全部で8通りある中で3連敗するのは1つということですので、8分の1、12.5% ということになります。で、同じようにして4回トレードした後の結果について発生し得る結果を洗い出すとこのようになります。全部で16通りあるんですが、この中で3連敗するパターンっていうのを見ていくと、まずここの部分ですね。それからこういうパターンもありますし、一番下の部分ですね。このようになるパターンもあります。最後のは4連敗ですが、ここにもですね、3連敗が含まれているわけです。ということで、左側の3回のトレードの場合は3連敗する確率は8分の1でしたけども、この右側のですね、4回トレードして3連敗する確率については16分の3ということになりますので、右側の方が確率は高いということになります。これがですね、動画の前半でお話しした実際には数値以上の確率で3連敗が発生しているように感じることの裏側にあるからくりです。試行回数が増えてくると4連敗以上につながる3連敗も考慮する必要があるためということになります。ちなみにですね、これを6回トレードした時の3連敗する確率として計算してみると 31.25% となり、一気に確率が跳ね上がります。結論としてはですね、トレード回数、試行回数が増えれば増えるほど連敗する確率は高くなるというふうに覚えておけばいいと思います。今この動画をご覧になっている方で、ポジポジ病で悩んでいるという方がいたら聞いていただきたいんですけれども、エントリーをたくさんするとよく連敗に出くわすというふうに感じている方、決して少なくないと思います。で、その現象も今お話ししたことで説明がつきます。一定期間に数多くのトレードを行うと、それだけ連敗につながるパターンの数が増えるので、連敗に出くわす確率が高くなるということなんですね。ですので、ポジポジ病になると連敗が増えるというのも、このように数値化できるということになります。ちょっとですね、学生時代の数学の授業に戻ったような感覚になりますけれども、このことから何が言えるかというと、たとえですね、10年分の過去検証を行って、毎年1回5連敗が発生するような結果だったとしても、20年のスパンで見れば、もっと頻繁に5連敗が発生する可能性が出てくる。もしくは、さらなる連敗数の連敗が発生することもあり得ますということです。統計っていうのは過去のデータからこうなることが多いという傾向であったりとか、この範囲にデータが収まることが多いという偏りを表すことができますが、未来を予言することはできません。過去にそうなったからといって未来が同じになるとは限らないわけです。傾向から極端に外れる外れ値というものも存在します。ただあらかじめそうなることが多いという傾向を知っているといないとでは、将来起き得ることに対するシナリオの方向性やその角度を考えることとか、現在発生していることに対する受け止め方という観点でも大まかな傾向を把握しておくっていうことは役立ちます。今回ですね、確率的に考えることと、過去のデータから統計的に考えることの2点をお伝えしましたけれども、例えば5連敗が実際に発生した時に考えられる次のシナリオは、連敗がストップするですとか、3連勝や4連勝、5連勝への入り口となる。または6連敗へつながる。もしくは10連敗の地獄への入り口となるというふうに、ポジティブサイドとネガティブサイド両方のシナリオが考えられるわけなんですけども、
過去検証を行って、大体自分の手法では5連敗くらいは発生するということが分かっていれば、次はですね、もしかしたらこっちのポジティブな方の結果かなっていうふうに考えて、次のトレードにも少しは取り組みやすくなりますよね。もちろん自分が想定している連敗数を超えた連敗が発生したら一度取引を休止するというルールを設けるでもいいと思います。いずれにせよ、できるだけ過去検証で連敗数の目安を知っておくというのは、実際に連敗が発生した時の感情の対処にも役立つものだと思います。感情をコントロールするためには、まずは自分の期待をコントロールする。今回の内容ですね、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。